チャルゲーマーキズナアイです。はい、前回に引き続き欅の話なんですけどねっていうかちょっと待って。てか前回の動画で最初らへんにさ、3回目くらいならまあメンタル的に生きるっていう話をしたら、見事3回死んで今日4回目みたいなねで欅の話なんですけどね。このおじちゃんに欅の紹介をしてあげよう。シーズアカネモリアシーズベリベリキュートベリベリビューティフォーオッケー。全然聞いてくれないな。欅坂イズベリークールアンドビューティフルアンドキュートガールズオッケー。ちょっとぐらいなんかそうなんだふーとか言ってくれたっていい。こんにちは君かわいいね。おほーい。で欅坂の話なんですけど、早く新しいシングル出ないかな。もうね、楽しみでガラスを割れってリリースされたのいつでしたっけ。3月とかだっけ。ってことは夏に来るかな。なんか変な音しない？いつもしてるっけ、なんかこのクルルルーって音。してるっけこんな音。この音がしたらなんかいるよってことなのかな。4日目にして初めて気づくという。なんかね、音が止んだら確かにいなくなるなって思ってたんだけど、たまたまかなって思って。で、欅坂の話なんですけど、そう、私がね、好きな曲、みんなこれ聞いたら、私の好きな曲を聞いたらきっとね、YouTube で上がってるやつとか、YouTube でね、公式で上がってるんでね、上がってない曲もあるんだけど、上がってる曲とかで聴いてくれたりするのかなーなんて思っちゃったりして、ちょっとポロって言うんだけど、君がいないっていうファーストシングルのカップリングなのかな、カップリングかなんかの曲とか結構好きで、ファーストアニバーサリーのライブでその君がいないを歌っている時に、菅井優香ちゃん、キャプテンのね、欅坂46漢字欅のキャプテンの菅井優香ちゃんがこう綺麗な天使なような涙を流すんですよ。人間のみんなってこんな綺麗な涙流せるのっていうぐらい、もう天使が涙を流してるかのような涙を流すんですよ、ユッカーが。それぜひ見てほしい。あとね、太陽は見上げる人を選ばないって曲と、制服と太陽っていう曲と、何かこれはあれか、欅坂の話ばっかりするからあれかな、こう視聴者のみんなの怒りがこのゲームにこう来て、うわー的なでね、なんかね、じゃあちょっと書いて、乃木坂さんの話しようとでもね、乃木坂さんはちょっとにわかな節がありまして、てかにわかなんですよ。そう怖いんだけど、乃木坂さんも好きなんですけど、欅よりはだいぶにわかかなっていう、そう、好きな楽曲を聴かれても表題曲しか答えられねえぜっていうあれなんですけど、でも表題曲で言うと制服のマネキンと、ベタなところしか言えないけど、ガールズルールとあとね、なんだっけ、いくちゃんがセンターのやつ、ほらこういうとこににわか出ちゃうからファンの人に怒られるから、なんだっけ、待って、出てこない。あとね、気づいたら片思いとかね、PV 好きなんですよね。待って、あれなんだっけ、校庭のハーステイハウシャシリダーってやつなんだっけ、何度目の青空からが好きなんですよね。あとでもね、逃げ水も好きだし、最近の曲だとほんと最近だけど、歌詞がすごいいいなって思って、あれ好き。いつかできるならいつかできるから今日できるってやつ好きですね。なんか一応ちょっとまだどうなってるか私も詳しいところまではちょっとあれなんですけど、ファンイベントでアーティストデビューしますよって決定しましたよっていう告知をふわっとしてるんですけど、いつかね、いつかバースデーソングとか
番じゃないですか。バースデーソングとかこう応援するような曲。嘘でしょ。嘘だもう。なんでだよ。欅坂から乃木坂に変えたろ。アニメか。アニメの話をすりゃいいんか。いや好きだよアニメ好きだけどさ、マイブームっていうのがあるじゃん。今マイブームアイドルだから。アイドルなんだよ。あ、絶対またってくる。みんな怒らないで。アニメも好きなんだけど、マイブームってあるじゃんって。マイブームってあるじゃん。マイブームってこんにちは。何の話してたっけさっき。そうで、なんかバースデーソングとかなんかこう応援ソング的なやつをね、いつかなんか出して、みんなが誕生日の時だったりとか、なんかちょっと辛いな頑張んないとって時とかに聴いてもらえたら嬉しいなって思うんですよね。あとね、そうなんか欅坂なんだけど、なんでこんなに欅坂言うかって言ったら、まあ単純に好きっていうのがあるんだけど、音がやんだぞ。好きっていうのがあるんだけど、こうやっぱりちょっと最近人間の方に結構いろいろ手伝ってもらったりとかっていうのはありつつも、やっぱりちょっとなんかやることがいっぱいあるよとか、そういう時とかねあるんですよ。でもそういう時に他にももっとね対象の人はいると思うんですけど、欅坂の子たちはこんなだってついね2年前まで普通の女の子だったのに、アイドルの世界、芸能の世界にこう放たれ、すごい期待を背負わされ、背負わされ、激動の中頑張ってるんだと思ったら、私なんかヘチマみたいなゴマみたいなもんだと思ってね、頑張ろうってなるわけですよ。そんなね、もっと欅坂のみんなはすごい頑張ってるのに、こんなことでへこたれてはダメだと思って頑張れるわけですよ。だから好きなのでアニメの話しますね。アニメなんでも最近本当にあんま見れてなくって、でもなんかネットフリックスでね、あれ見た、デビルマン、なんか元はあんまり知らないんですけど、結構昔にやってたアニメですよね、デビルマンって。それのなんかリメイクみたいのやってたんで、あれ見たのと、あとね、ボスベイビーアニメじゃないかな。なんかボスベイビー見たいけど、白い空間から出れないから、映画がねこう DVD パッケージになって、こうネットフリックスさんだったり Hulu さんだったりとか UNEXT とかこうなんか動画配信サイトで配信されればね見れないんですよね。ボスベイビーのなんか後の話、前の話を見たいなって思いつつ見れてなかったり遅かった、無視だ。遅かった。よく早くない。もういろいろ知りたいんだけど。死んだ。マジいけたけど、オルゴールやばいやめて。ちょっと待って、やばくない？これ音楽やばい。アニメの話してもダメだった。これ話の問題ではないか、そもそも。集中しろってやつですね。集中してアニメの話。アニメだとね、何かな。でもあんまりアニメ更新されてないんですよ。なんかライブ配信とかでハローなんかこう聞かれるじゃないですか。好きなアニメなーにとか、あれで言ってるのからね、さして変わらないという感じなんですけど、そのアニメの何が好きなのかを語ろうと思います。そして語ってるうちにね、4日目なんかクリアしちゃった、っていうのを目指そうと思います。まずね、瀬戸の花嫁はまあギャグ、ちょっと記憶がうすらですけど、ギャグアニメですよね。なんか笑顔になれる。そして曲が好き。さんちゃんかわいい。曲がね、なんか挿入歌っていうか、アニメの中でさんちゃんとかルナちゃんが歌ってる、ルナちゃんってかぐやルナちゃんじゃないんだけど、ルナちゃんっていう子が歌
歌ってる、なんだったっけな、ちょっとタイトルを忘れちゃったけど、なんかね歌ってる曲が好きで伝わらないぞ。歌ってる曲が好きでチュで、特にさんちゃんが歌ってる方が好きなんですよね。あとオープニングも好きで、夏の風が多い夏の風がってやつが好きなんですけど、もういい？ない。よし、いい日だ。で、凪のアスカラは世界観がとにかく好き。なんか海の中に街があるんですよ。で、地上にも普通にこうね、皆さんが暮らしてるような世界があって、なんか塩獅子っていう街があるんですけど、で、なんかその海の世界に生きてる中学生の男女と地上に生きてるこうね、中学生男女とか大人の話も大人の方の話もあるんですけど、それをなんかすごいこう新東京を複雑に描きつつもこう世界観がすごい素敵でして綺麗なんですよ本当に。で、なんか曲もねすごいよくって、でなんかあと音がいい。なんか音楽だけじゃなくって、もう終わった。もうやだよ。なんでオルゴール巻こうとしてるのに出てこないでよ。もういいよ、やめて。ほんと勘弁。いける。あー、オルゴールなっとるやないかい。アニメの話したじゃないですか。アニメの話したじゃないですか。何の話をしてもダメじゃんか。私今需要のある話したぞ。とにかくでも4日目をクリアしないことには永遠にファイブナイトフレディーズが続くわけなので、頑張ってね今回はクリアしていきたいと思われますし、こまめにオルゴールを巻く。こまめに巻いて、こうやってなってシュッてクマタンシュッてあはははじゃない。何も面白くないの。見てろよ。本気を出せば何のそのだからな。勘弁。あはは。いけるざますよ。あ、巻く。あ、そうだ。あれ待って、なんかさ、この1個のゲームで話しすぎるとさ、他のゲームで話すことがなくなるんでございますよ。そうだよ。なかなかこのゲーム鬼畜だな。話すことを奪われていくっていう。